皆さんこんにちは。ベランダの小さな自然です。今年も食虫植物のシーズンがやってきました。私がよく行くホームセンターにも入荷されてましたね。このことはコミュニティで画像投稿して皆さんに報告させていただきまして、その中でもちょっと触れてるんですが、ハエトリソウって植物学上は一属一種、つまり一種類の食虫植物なんですが、今では名前のついたハエトリソウってたくさん販売されてますよね。これって販売目的で大量に増やしていく中、突然変異で変わった形や色をしたものが生まれてくるんですが、それらを選別し、さらにそこから増やしていって、そういうのを固定したのに名前をつけて園芸品種みたいな感じで販売されているんですね。私は突然変異で生まれてきたということで、これらを変異種と呼んでいるんですが、そのハエトリソウの変異種2つ購入しました。今年初購入の食虫植物ということで、今回はそのハエトリソウの変異種2つを皆さんに紹介させていただきたいなと思います。こちらが今回購入した2つのハエトリソウです。こちらが G14、 そしてこちらがダンプリングです。まずこのダンプリングなんですが、見るからに突然変異で生まれたっていう感じですよね。いわゆるワーウルフ系と呼ばれるもので、私が栽培しているものだとこちらのクマデもワーウルフ系なんですよね。ここの捕虫用の縁のこのギザギザ部分がどことなくね似ていると思うんですけども、こちらの方がすごく際立ってますよね。こちらがクマデです。そしてこちらが今回購入したダンプリングで、このダンプリングという名前なんですが、調べると小麦粉を練って作った生地に野菜とか肉とかそういうのを包んで焼いたり蒸したり揚げたりする料理のこと全般をダンプリングって呼ぶらしいんですけども、このハエトリソウの場合はおそらく餃子のことを指してるんじゃないのかなって思うんですけどもね。とても面白いネーミングですよね。まず特徴的なのがここの捕虫用の縁のギザギザ部分なんですけども、よく見るとこのギザギザの谷の部分といいますか、そこもちょっとね小さな突起が出ていまして、わかりますかね。よくサボテンなんかね、あれ鉄火って読むんですかね、石火って読むんですかね、突然変異でねちょっと変わった感じになるのがありますけども、あんな感じにこの縁の部分がなってますよね。他の変異種だとワッキートラップとかクロスティースなんかが葉柄部分がこのような感じになってますよね。とてもかっこいいハエトリソウです。続いては G14 です。かっこつけてね英語で言っちゃってますけども、パッと見は綺麗なロゼット型のノーマルなハエトリソウって感じですけども、結構大型になるタイプみたいですね。この G14 のように見た目は変異種っていう感じではないのに名前のついたハエトリソウっていうのは他にもあるんですが、じっくりと栽培していくと葉柄部分だったり捕虫用の縁の部分だったり、このギザギザの部分にノーマルには見られないような変異を起こしたりするので、やはりねこう株を充実させる、じっくりと栽培するっていうのは大事ですよね。この2つのハエトリソウはネット上で発見しまして、通販で購入したんですが、食虫植物の専門店とかそういうのではなくて、いろんな植物を取り扱っているフラワーショップの通販サイトで購入しました。送られてきた時、こういったね名前だけ入ったタグしか刺さってなかったので、どこの農園のものなのかっていう詳細はね全く分からないんですけども、詳しい方いらっしゃったらコメントの方で教えてください。はい、簡単にね紹介させていただきましたけども、今年初購入のハエトリソウの変異種2つを紹介させていただきました。今年はどんな食虫植物に出会えるのか、すごくねワクワクしますよね。
私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思ってらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも初心者の方に分かりやすくを心がけて食虫植物に関するいろんな動画アップしていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。